チェンバーボーン。潤沢な貯水を手に入れ世界の全てを緑で覆い尽くさんと緑地化実験に勤しむ我らがビーバー。しかし緑地化の要となる爆薬製造の原料の汚水が枯渇、汚水も貯水して爆薬の安定供給を成し遂げるのだ。ただいま深い汚水の貯水槽が完成し、自動組み上げポンプで上の貯水槽に組み上げる仕掛けを工事中。で組み上げた汚水を汲むための汚水ポンプをずらっと再建設。フォークテールには汚水装置というめっちゃ便利な汚水を汲む装置があるが、このマップだと使えないんだよな。代わりに地味にでかい施設が必要になっちゃったね。汚水装置は設置場所がないからしゃあなし。さあ皆の者を、キリキリ働け、急がないと汚水に飲み込まれるぞ。危険な現場だろうとお構いなしで頑張るビーバー。危ない、くるぶしくらいまで汚水来てるよ。最後の堤防完成。よくやったサボクリスよ。水場に行って網を洗っておいで。危うかったが病人は出さず工事完了。こんな感じになりそうろ。これで換気になっても汚水がすぐになくなる心配はなくなったぜ。動力が少し心配だったけど重力バッテリーもマックスだから大丈夫そう。などと思ってたけどシャフトちゃんと繋げてなかったわ。自信満々に失敗する。これがうちのレイムさんだ。マップ端っこの遺跡解体のためジップラインを整備。見た目の映えのためにトンネルで遺跡崩落させようかとも考えたけど普通に回収予定。スクラップを消してしまうことをもったいなく感じてしまう貧乏症の親方。それ前にも見ました。適当に土砂ぶっかけて水入らないようにしとけー。初期にワンダー建設で急いだ影響が未だ残り、動力関係がかなり雑なままであった。汚水の汲み上げ溢れる分はバルブで自動給水の方がいいか、動力使わないで済むし。負荷推進センサーでポンプ自動化しろよ。めんどい。ほんとこのアナログ親方は。爆薬の安定供給も整った。次は食料の大量生産を目指すため建設予定地を決めよう。その辺崩して植林地更地にすればいい感じの土地ができるぜ。てなわけでビーバー運輸本社移転でありまーす。汚水の香り漂う赤く染みた大地が彼らの新しい職場。いつも運搬で会社には顔出さないから問題あるめー。そういえば製品版の新要素だったけど触れてなかったこちらも設置。柱のバナー、自分で用意した画像も使えるぜ。左側にはチェンバーボーン製品版おめでとう、と投稿しようとして忘れてた画像をここぞとばかりに採用。お前右側はどれにしましょ。サタデーナイトビーバー、この画像はこれはボットに支配された街から脱出したアイアンティースのパイオニアを救助してる画像。そんなことがあったのか。っていう設定でボット禁止中です。ただの設定じゃねえか。まあここは職場だし無難に現場ビーバーにしましょ。いのーちの水。はい、緑地化端っこミスっております。柱一本だった時と端っこの柱の位置同じなのに。緑地範囲は柱の位置じゃなくその上の水の位置だったとこの時初めて気づいた。水道橋で完全緑地化を目指すなら角だけ出っ張りを作れば綺麗にできそうだね。地道な研究で少しだが建築知識が向上した。ビーバー運輸本社、完成だー。農夫の像も相まって立派な本社になったぜ。安全確認、よーし、いい加減な確認で今日も仲間を閉じ込めるぜ。チェンバーボーンの正式リリースおめでとうございます。遅ればせながら心よりお祝い申し上げまーす。今後のさらなる発展とプレイヤーの皆様に愛される作品としてさらなるアップデを心より願っております。おらー、本社移転だ。残ってるやつはさっさと移動しろー。綺麗な更地になりました。続いて初期からお世話になってた植林場も買いたい。今じゃ植林場が各地に点在してるから、この程度なくなっても全く問題ないぜ。よく見たら風車繋がってなかったので修正&シャフト追加工事。細かい修正入りまーす。植林廃止ついでにここを掘り下げて高骨の増産もしましょ。ビーバー増えたら今の規模だとちと足らんもんな。アボラも邪魔だからこっちに移設ね。適当な場所に移動しただけの雑工事。ビーバーたちを巻き込まないように夜中ぐはっぱー。なら夜明けにしろよミニキーだろ。下打ちすな。あとはトリプルダイナマイトで爆破すれば、ここら一帯が綺麗に平坦化できるね。ここが全部畑になるのか。陰や立体農場を作るからこの面積の数倍の作付けができる畑にするよ。そりゃ完成が楽しみだ。そして今更ながらビーバーの頭数管理ミスってんなぁと気づく。職場の空きが64の6ビット。そういや前回駅建設で強制立ち退きさせたんだった。つか爆薬関連で職場も増えたしな。まあとりあえず数だけ揃えばいいや。ここに団地を作るべ。実は当初の予定ではここに立体農場を建設予定だったのだが、すっかり忘れてるビーバー農であった。そうなの？
で立体農場を建設するとジップラインが邪魔で建設ができないので、ラインのルートも少し変更。せっかく斜めにすることで距離を縮められていたのに、結局カクカクした無縁なルートになってしまった。そして突如ラインを切られたビーバーの運命といえば、ほんと、あんたって子はなんでそんな面倒なところに。いや深夜にやらなかったお前の過失だろ。さすがにこの子一匹のために記念碑回帰を潰すのは、でもこのまま放置とはいかんだろ。しゃあない迂回ルート作るか、お前は脱出経路が完成するまで飲食禁止の刑だ。理不尽。トリプルダイナマイトハッパー。広大な農地となりビーバーを繁栄へと導くのだ。見事な絶壁がお目見えだ。この薄い壁一枚崩れたら川の水が流れ出す。自然災害があったら絶対ヤバい構造。まあビーバーだし最悪及ぶんじゃね？で立体農場の支柱となる柱の位置を決め、さらに地下を掘り進めるどう？地下にも作るんか。地下農園は水没に弱いから事故らんようにな。あいよ。穴掘り工事と並行してクレーン設置工事も開始。階段を登るのは大変なのでジップラインも整備。最終的にはこんな感じで突出部もつけるぜ。さあ我が精鋭たちよ、キリキリ働けー。ジップラインを使って爆薬工場へ流れるようにビーバーが颯爽と物資を運び込んでるぜ。団地？屋根なしの真っ平ら。これはこれで昭和レトロ感あって好きかも。一瞬で26匹増えた。段階の世代。頑張れお父さん、子供たちの未来のために働くのだー。お母さんも働いてるぞ。さあ声援。ビーバー社会は男女平等。鉄骨を持ち長い階段を登る。これは良いハムストリングが育ちそうだ。これはふくらはぎパンパンになる筋トレで草。そして筋肉痛と戦うビーバーに秘宝。傾斜がきつすぎて駅の設置ができない。せっかくあんなに頑張って建設したのにかわいそうすぎる。ので道に足場を作ってその上に塔を立てて、極限の傾斜で登れるように調整しました。傾斜49度、上りはいいけど下りが絶叫マシンだ。こうして無事駅が開通して、腕で鉄骨を抱え我慢する上腕三頭筋を鍛える筋トレにシフトしました。もうこいつらリンゴくらいなら素手で握りつぶせそうだな。緑地工事もちょろっと同時進行。土砂倉庫いっぱいで在庫整理のついで。水道橋実験は横に伸ばしてみたけど、やっぱり角には水届かずだね。角の部分だけ出っ張った構造にするのがやはり無難なようだな。さて仕様は把握できたから設計はできるけど、あとは見た目をどうするかだね。前のシーズンでやったのだとつまらんから少しは見た目も変えたいな。立体農場完成させたらこっちの工事も始めたいから、それまでにはデザインも考えないとだね。だな。お水気が来るぞー。すでに対策は万全を期しておりますので何の問題もありません。日数は7日間、少し伸びた気もするが誤差だな。そんな感じでお水気でも平常運転で立体農園の基礎工事を継続。支柱となるよろ長い柱が爆風で倒れそうで怖い。ビーバーの超技術なんで余裕です。でもう一丁葉っぱで粉砕してマップの最下層まで基礎工事が完了。あとは1階層ずつ階層を積み上げてく感じだな。葉っぱしすぎで生成物に使うお水が足りないのでお水ポンプ増しまーし。段階の世代もあっという間に大人になったしいい就職先になりそうだ。湖の周りを左右対称に整備。細かい見た目の修正に無駄にこだわる親方。失業者対策で建設作業員をさらに増員。超雑な建て増し。立体農場の地下は栗農園にすることにしたんだけど、森番の詰め所の高さが高くて上のフロア工事に支障あり。まあ木よりも背の高い建物だからな。栗は一度植えれば安泰だから植え終わったら詰め所は撤去で。で2階層目の設計を開始、今回は突出部を使った感じにします。小や板がアホほど必要になりそうだな。そして動画編集中に気づく、どうせ上に盛り土するんだから基礎は土砂ブロック維持に必要な分だけでよかったと。土砂ブロック自体が3マスまで横に突出する性能があるのすっかり忘れてる悲しいビーバー脳であった。後から突出部だけ撤去再利用できるかな？で工事するにあたり毎回階段作るのはめんどいので、先ほど用意した急勾配ジップラインの先にクレーンも建設。よく見ると一番右だけ一マスずれてる。先に気づけた君は名探偵だ。あばばば、グリッド表示してるのにミスってたとな。野郎ども、指先に力を入れろ。ジップラインの途中で落としたら大事故になるぞー。もりもり資材を運び建設するビーバー。そして安定の階段での閉じ込め。ほんとあんたらって子は、仕事中の最大の敵が背後の味方で草。製品版になってこの手の事故は減ったけど、それでもまだこっちで指示しないとダメだね。階段工事は手動で指示だな。こっそり続けてる緑地化実験、角の出っ張りを作り検証終了。
柱の位置ではなく上部の水の位置で緑地範囲が変わると実証された。ビーバー、ずらー。ゲーム内最高速度の俊敏な動きのビーバー。当倍速でもこの速さだけど大規模建設だから数サイクルかかりそう。資材の供給の方が間に合わないかな？土台の関係で高さが足り作りが植えられない場所にベリーとタンポポをちょこっと植えましょ。前回タンポポ植え替えて薬工房移転したけどこれならこっちでもよかったぜ。こっそり続いてた川とポンプをつなぐトンネル工事、加工ダムの最深部に貯水バルブ設置。これで貯水してる水が余すことなくポンプで汲めるようになるな。とどめの一芸駅、これで地下水道トンネル完成であります。ただ1マス水路にしちまうと蒸発が早いから、場合によっては拡張した方がいいかもな。まあ最適化は気が向いたらやるよ。適当だな。ひっそりと南の遺跡の解体が終了、明日からは無職です。急激に増えた段階の世代の就職難が続く。命の水。少々汚水濃度が濃く見えるが、問題なく汚水期終了だぜ。これも地下下水作って自動化で完全分離したいけどめんどいんだよね。やりたいことがいっぱいだ。さて汚水期終わったしそろそろ閉めたいけど、板の在庫の減りがやばいから建て替えだけさせて。手をつけずに放置すると次には綺麗さっぱり忘れている。これが悲しいビーバー脳の仕様。いざとなったら絆の火鉢をぶっ壊して板にするよ。板数百枚になるけど壊すなよ。記念碑だぞ。では傾斜のヤバいジップライン&クレーン足場が完成し立体農場の建設が本格始動したところで今回はここまで。続きが見たいと思っていただけたら、ハイプチャンネル登録、よろしくお願いいたします。更新速度が気持ち上がります。地道な実験の成果で水道橋による緑地化の目処も立ち順調に大規模事業へ手を伸ばしつつあるレイム。立体農場を完成させ食料の大量生産を始め、さらにビーバーを増やしてとんでも建設を始めるつもりか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。